レトロメカニカルタイプライターキーボード TW1867。 Hey guys, this is Parchanel. Thank you for coming back and Happy New Year 2022. And thank you for watching a lot of video of making keyboards last year. I really thank you guys. So today, this is gonna be the first video for this year. I'm going to unboxing really cool keyboards. So please enjoy and I wish you have a happy new year. 皆さんこんにちは、パルチャンネルです。新年明けましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました。たくさんね、キーボードの動画見てくださってありがとうございました。そして本年もどうぞパルチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、新年最初の動画なんですが、開封をしていきたいと思います。海外からですね、とってもかっこいいキーボードが届きましたので、今日はね、そちらをウキウキしながら開封していこうかなと思います。ここのね、タイプライター風の可愛らしいキーボードから始まりまして、昨年はこういったキーボードをたくさん作っていきました。今年もね、キーボードをたくさん紹介できたらなと思っております。それでは早速開けていきましょう。こちらが届きました。今回はですね、海外から、紹介してほしいというキーボードをいただきましたので、開けていきたいと思います。見た時にですね、すごくかっこいいなって思ったんですよ。私やっぱり海外からのお届け物なので梱包がすごいですはい、もう見えてますね。いやー、うわ、かっこいいですね。はい、開けさせていただきました。TW1867 レトロメカニカルクイックスワップ Bluetooth キーボード。これですね、もうすごくかっこいいデザインだなと思っております。タイプライター風のね、デザインですね。で、こちらはですね、ちょっと見ていくと Bluetooth 5.0 の、Bluetooth で接続できるワイヤレスのねキーボードですね。2000mAh のバッテリーに、こちらは、タイプライターデザインということですね。わあ、楽しみですね。こんなキーホルダーも入ってました。今回ですね、この MacDIY って読むのかな、 MacDIY メカニカルの DIYのパーツとかを、キーボードとかのパーツを売っている、扱っているお店だと思うんですけれども、そちらからねいただきました。ありがとうございます。こちらの会社のキーホルダーなのかな。もうこれめちゃめちゃキーボードですね。中身ですね。ここですね。はい、スクショタイムMacDIY さんからいただきました。それでは開けていきたいと思います。では開けていきたいと思います。はい、まだ袋に入ってますね。よいしょ。中身はこういった、説明書ですね。ユーザーマニュアル、英語のものが入っております。そしてキースイッチもね、替えのものが入ってますね。これは青軸のようですね。そして、充電のコードです。ドキドキしちゃいますね。I'm so exciting。 それでは開けていきたいと思います。取り出すのが、よいしょ、しっかりと梱包されてますね。いやー、で取って見えますか？すごいタイプライター風ですね。いや、めちゃめちゃかっこいいです。わ、ちゃんとね、矢印キーも独立しておりますね。シフトエンター。わー、何がいいかってウッドのデザインなんですよね。私が今回とてもいいなって思ったのはここ。ちょっとじっくり見ていきたいと思います。見てください、このレトロ感ぴったりですよね、雰囲気に。デザインが本当に素敵ですこれはかっこいいですね。近くで見てみるとタイプライター風のこの質感といいますか、押し心地は青軸なので、同じなんですけれども、デザインがねザ・タイプライターですよね。いいですね。これ外してちょっと付け替えて
たいですが、これは何でしょうね。回りますね。回っております。ここも何か操作できるのかわかんないですが、これも動きますね。デザインがリアルで、タイプライターの装備がついている感じですね。で、オーシャンキーボードを作った時と同じ配列ですね。F1 からも F1 から F112 までもついてますので、コンパクトプラスファンクションキーのデザインですね。すみません、興奮しておりますが、とにかくデザインがかっこいいですね。この木のウッド調のデザインと、細かいこういうところですね。ここにもこう紙を入れる仕様のデザインになってる。可愛らしいです。ここにね iPad を立てられるのでしょうね。さあ、じゃあ電源を入れてみましょう。ここにね電源があったんですね。充電をしないと刺さらないのかなと思ったんですけど、ちょっと入れてみます。そしてここに Bluetooth 接続のボタンもあります。なんか簡単かもしれないですね。ちょっと入れてみますね。よいしょ。あ、光りました。見えますかね。ちょっとライトを落とします。あ、光っております。おー、これ変えられるのかな。説明書を読んでみたいと思います。光ってますね。かっこいいですね。こんな感じで、光っております。うわちょっと昔の新聞記者になったようなイメージで。ガシャン。消えましたね。光り方が変わりました。ここで変えるのかしら。Look at this. I can change the light from this bar. Amazing. 可愛いですね。ここで変えるんですね。こういうデザインすごく好きです。とてもおしゃれですね。流れるような感じで変えると、これは光り方のパターンもねたくさんありますね。色はこの色なのかもしれません。この色だけかもしれないんですが、ぴったりですよね。この色に見ますね。変えて、全部が光るパターン。そして、周りからくるくるくるっとなっていくパターンですね。Let's see the pattern. これあれですね。オーシャンの時にこう光っていたやつですね。とっても綺麗です。この光り方最近私見てなかったので、いいですね。おしゃれ。そして、全体が光っているパターンですね。これは周りだけ少し光っている。私こういったもう光のデザインとかを重視しがちで、本当はね機能的にはねこのファンクションがついているとか、英語配列日本語配列とかそういうところをねやっぱり気にされる方が多いかもしれないんですが、私はデザイン重視なので私的にはドンピシャですね。やっぱり見てると視覚的にテンションが上がると作業効率も上がりますからね。面白い光り方ですね。光ってます。いくつあるんでしょうね。結構たくさん種類があるように思われます。これで一周したかな。ね、これで一周した感じですね。これいいですね。押したところが光るパターン。それではですね、まず iPad Air の方をつないでみたいと思います。ここにこういう風に立てられるんですよね。すごい。開きました。
メモ帳を開いて、ちょっとここにカバーがついているとちょっと立てかけにくいかもしれないですが、いけなくはないという感じですね。こういう感じになってます。とりあえずね、コネクトをしていきたいと思います。まずこちらですね、Bluetooth のボタンがあるので、これを押したらいいのかなと思います。違うかもしれませんこちらの Bluetooth のボタンを押したら、ペアリングしますかというのが出てきましたので、設定の画面からペアリングというものを押して、接続ができました。とっても簡単ですね、こういったファンクションキーを押しながらとかっていうのではなかったので、私的にはとても良かったです。でもこれデバイスを切り替えるときにはこういったファンクションキーを押してという操作が必要になってくるかなと思います。それではメモ帳を開きました。ここに入れていきますね。よいしょ。しっかり、自立はしてくれそうですね。とりあえず打ってみたいと思います。はあ、できましたね。打っちゃダメですね。音もいいですね。このキャプスボタンを押すと英語と切り替えることができます。This is type writer-ish keyboard. Wow. I think the sound is really great and it's really good. Type stroke and sound is amazing.音も押し心地もすごくいいですね。青軸なのでカチャカチャという音がします。少しね、この丸の部分が今まで使ってたものよりも小さいかなという気がいたします。デザイン的なものでしょうね。とてもいい感じでした。それではですね、これは iPad Air だったんですけれども、今度はですねFire HD の方に接続できるか試してみたいと思います。実はこっそりFire HD を入手しておりました。 Amazon ブラックフライデーの時にね。And so this is a Fire HD from Amazon. I'm going to try to if this can connect. それではもう一度ここを押して、この Bluetooth のボタンを押して出てきましたね。これですね。これで、ペアリングができます。はい。パルチャンネルとちょっと検索します。打つことができました。これ今ね、検索バーにこれで入力いたしました。でですね、このつまみが何かなって思ったんですけれども、音量調節できるものとなっております。ここのバーが動いてますよね。これを奥に回すとボリュームが上がって、手前に回すと音が小さくなるというボリューム調整もここで簡単にできる仕組みとなっておりました。いいですね。わあ、とても便利です。タブレット Fire HD にメモアプリを落としたんですけれども、メモ帳しっかりタイピングできそうですね。こちらでも使えそうです。Fire HD でも使用することができました。ちなみにですね、こちらのフォージもFire HD に接続することができました。Bluetooth 接続のものでしたらどれでも
接続できるんじゃないかなと思います。以前コメントで FireHD も使用できますかというコメントがありましたので、試してみたところつながりました。ですがね、FireHD は私は、主にコンテンツを見るものとしてより作業的には使いませんので、こっちの iPad の方で、使用したいと思っております。こちらですね、違う端末 Android の端末なんですけれども、楽天ハンド、こういったのをね携帯ここに置きながら、作業をするということもできそうですね。ただちょっとねこれもう少し斜めに見えたらよかったなとは思うのですが、割と直立に立っているような気がいたしますが、 iPhone を置いたり、普段使ってる携帯をここに置いて、作業しながら見えるということもできそうですね。ちょっとこれ外してみましょうかね。外れるのかな。多分外れると思う。外れましたとても可愛いですね。こういったタイプの、形をしております。この丸型のモールド欲しいですね。中はですね、同じ青軸のスイッチで、私が作ったキーキャップもはめられそうですね。多分大丈夫だと思います。試しに、こちらのラグジュアリーのやつをはめてみたいと思います。入りましたね。これおそらく四角でも作れるのかなと思います。ちょっと接触するかな。大丈夫ですね。やっぱり仕様は普通のキーボードと同じ感じですね。これ木目に合わせたレトロなデザインをなんか作ってもいいかなと思いました。こんな感じですね。ですがやっぱりこのタイプライター風のキーボードにはこのタイプライター風のキーキャップがいいですね。ということで、今回はですね、こちらのレトロメカニカルクイックスワップ Bluetooth キーボード TW1867 を、開封紹介していきました。デザイン性がねとってもかっこよくて私は大変気に入りました。特にねこの飾りだと思っていたバー、こちらのボリューム調節できるところですね、こういったものがデザインだと思ってたのに使えるというところがとても良かったですね。こちらね説明欄にリンクの方を貼っておきますのでよかったら、チェックしてみてください。So today I was unboxing and introducing this retro mechanical quick swap Bluetooth keyboard TW1867 and I loved it. This design is so retro but it's modern also, I think. Especially I love this bar and also this volume tab because I thought it's only the design but it works in a real and I can quick change the light and patterns and I can quickly change the volume up and down. It's so useful, I thought. So I put the link in my description into the description below. So if you like it, please check it out. Yes, I love this. こんなねおしゃれなキーボードでタイピングができたら仕事もはかどりそうですし、気分転換にもなるんじゃないかなと思います。今回はですねとってもおしゃれなタイプライター風キーボード、レトロタイプライター風キーボードを紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。2022年も、パルチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。またキーボードを作りたいなと思っているのですが、セカンドチャンネルも予定しつつ、一番直近ではですね、グリオン社さんの開封をしたいなと思っておりますのでライブで開封したいと思います。ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。TikTok、Instagram、Twitter もありますので説明欄の方から、ご確認ください。それでは Thank you for watching. See you next video. Bye.